ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、世界中で話題沸騰中のネットフリックス実写版ワンピースシーズン2、そこで巻き起こっているビビの配役に関する大論争とネットフリックスが抱えるある深刻な問題についてよ。お、ついに来たね。シーズン1はあんなに評判良かったとに、またなんかやらかしたと？現在、ネットフリックスは待望のシーズン2の予告編を公開したばかりなんだけど、そこで明らかになったビビの設定変更がネット上で大きな物議を醸しているの。今日はビビのキャスティングの是非、そしてネットフリックス作品で繰り返される人種改変問題、通称ネットフリックス度現象について徹底的に解説していくよ。ネットフリックス度現象？なんかきな臭い言葉が出てきた場合。シーズン1の成功をドブに捨てるようなことにならんといいけど、正直嫌な予感しかせんね。その予感が当たっているのかどうか、詳しく見ていこうか。原作ファンが抱く理想とネットフリックスが掲げる多様性。この2つが衝突した時、一体何が起きるのか、最後まで見れば、今のエンタメ界が抱える闇が見えてくるはずだよ。それじゃあ、まずは現状の整理から始めるね。ネットフリックスは長寿アニメワンピースの実写化となる待望のシーズン2の予告編をついに公開したの。待ってました。シーズン1はネットフリックスにとって2023年最大のヒット作の一つになったんよね。うちも見たけど予想以上にクオリティ高くてビビった場合。ルフィ役の子とかめっちゃハマり役やったし。そうなの。だからこそファンはシーズン2の制作を熱望していたし、期待値もマックスまで上がっていたんだよ。でもね、今回の予告編で明らかになったある設定がファンの間で賛否両論を巻き起こしているの。設定？まさかチョッパーがリアルなトナカイすぎて怖いとか、そういう話じゃなかろうね。違うよ。問題になっているのはアラバスタ王国の王女ビビの人種を入れ替えるという設定なの。これが今ネット上で物議を醸しているんだよ。はぁ？ビビちゃんってあの水色の髪の綺麗な子やろ？人種を入れ替えるってどういうことね？まさか全然違う見た目になっとると？バラエティが2024年8月23日に報じたところによると、チャリスラ・チャンドランという女優さんがシーズン2のビビ役にキャスティングされたの。そして1年後、ついにティーザー映像が公開されて、ファンは彼女のキャラクターをほんの少しだけ垣間見ることができたんだけど、もったいぶらんで早く見せんね。どんな感じなん？最新予告編で確認できるビビの姿なんだけど、チャリスラ・チャンドランはビビのトレードマークである青い髪はしているの。でも、それ以外は原作のビビとはあまり似ていないという声が上がっているんだよ。青い髪だけ同じで他が違うって、それもうコスプレ大会の会場間違えた人やん。原作へのリスペクトはどこ行ったと？ワンピースファンのウィキペディア、ワンピースウィキでは、ビビの容姿について、若く、色白で、中背、長くウェーブのかかった、ライトブルーの髪を持つ女性と説明されているの。原作やアニメを見ている人なら、誰もが思い浮かべるビビの姿だよね。そうそう、透き通るような白い肌が印象的やもんね。で、今回のチャリスラ・チャンドランさんはどういう方なん？彼女はインド系イギリス人の女優さんなの。テレビドラマエターナルズでボリウッドダンサーとして配役を演じた経験があって、ブレイクのきっかけは同じくネットフリックスで配信されているブリジャートン家シーズン2のエドウィーナ・シャルマ役だったのよ。インド系イギリス人。いや、役者さんの実力とか魅力は別としてよ。色白っていう設定を無視してまでキャスティングする理由がわからんのやけど、ネットフリックスは原作読んでないと？文字読めんのか？葵、落ち着いて。実はね、ワンピースの世界観において、このキャスティングは正当だと考える人も一部にはいるのよ。はぁ？どこが正当なん？目腐っとるんじゃなかと？論理的に考えてみて。ビビは砂漠の王国アラバスタの王女でしょ？砂漠地帯に住む彼女と彼女の民は現実世界の気候や環境に照らし合わせれば、もっと肌の色が濃い方が自然だと言えるかもしれないじゃない？ああ、なるほどね。エジプトとか中東っぽいモデルの国や県、現地の人なら肌が焼けてるはずやろってことか。一瞬納得しかけたけど、いやいや、待たんね。ワンピースはファンタジーばい？作者が白くて青い髪で描いとるんやから、それが正解やろもん。現実に寄せすぎて原作の設定殺すとか、本末転倒やんか。その通りなの。ワンピースのようなファンタジー作品においては、現実的な論理は、時に作者のビジョン、そしてファンの期待よりも二の次になることがあるんだよ。
それなのに、ネットフリックスが原作への忠実さを犠牲にして多様性を追求した結果だとして批判する声が上がっているの。多様性って最近の流行り言葉みたいに使われとるけど、ファンが求めてるのは原作の再現なんよ。ポリコレ棒で殴ってくるのやめてほしかね。もし、ビビというキャラクターがファンに受け入れられなければ、その影響は単なるネット上の文化戦争というレベルじゃ済まないかもしれないの。むしろ、ネットフリックスというブランドイメージの既存を示唆するものとなるかもしれないと記事では指摘されているわ。そりゃ、そうくさ。シーズン1であれだけ信頼を勝ち取ったとに、ここで裏切ったら暴動を切るばい。で、ネットのみんなはどう言っとると？ネットユーザーからの反応も様々よ。アラバスタのモデルを考えれば、褐色肌のビビはむしろリアリティがあって魅力的だという擁護派もいれば、またネットフリックスがやりやがった。原作レイプだという激怒派。役者さんがかわいそう。演技力で黙らせてほしいけど、見た目の違和感がすごいという困惑派までカオスな状態になっているわね。またネットフリックスがやりやがったって意見めっちゃ気になるんやけど。前科があるってこと？鋭いね、葵。実はネットフリックスが多様性の目標に基づいてキャスティングを決定したとして非難されたのは、これが初めてでも唯一でもないの。むしろ常習犯と言ってもいいかもしれないわ。さて、ここからはいよいよネットフリックスが過去に引き起こした人種入れ替えの大炎上事件簿、通称ネットフリックス度の実態に迫っていくよ。でもその前に、ここでみんなにお願いがあるの。もしこの動画が面白いなって思ったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。それじゃあ話を戻すね。ネットフリックスにおける人種入れ替えの最も悪名高い事例といえば、2023年のドキュメンタリードラマクイーン・クレオパトラね。クレオパトラって世界三大美女の？あれもネットフリックスやっとったんか。そうなの。この作品では今月のアデル・ジェームズという女優さんがエジプトのマケドニア系ギリシャ人統治者であるクレオパトラを演じていたの。マケドニア系ギリシャ人ってことは歴史的には白人系ってことよね。それを今月の人が演じたと？そう。これに対してなんとエジプト本国が大激怒したの。エジプトの弁護士マフムード・アルセマリー氏はこの配信者、つまりネットフリックスをエジプトから追放するよう求める訴訟を起こしたほどなのよ。国レベルで訴訟沙汰になっとるやん。エジプトの歴史を勝手に書き換えるなってことやろ。そりゃ怒るばい。ドキュメンタリーって銘打っとるならなおさら嘘ついたらあかんやろ。その2年前にはジョディ・ターナー・スミスがアン・ブーリンでアン・ブーリンを演じていたんだけど、これも歴史的な事実とは異なると批判されたわ。さらにバイキング・バルハラでは歴史的には白人男性だったノルウェーの統治者ヤール・ハーコンの人種と性別が番組内で入れ替わって描かれているの。はぁ？白人男性が黒人女性とかになったってこと？性別まで変わっとるとか、もうそれ別人でよくない？なんで実在の人物の名前使うとかね。歴史の教科書燃やして段取ってるレベルの暴挙やん。さらに実在の歴史上の人物を題材としないプロジェクトでも同様の反発を受けているのよ。例えばウィッチャー。これはポーランド人作家アンドレイ・サプコフスキによるファンタジー小説シリーズが原作なんだけど、多くの読者は登場人物の容姿を東欧風だと想定しているの。ポーランドの小説ならそりゃ東欧の雰囲気を期待するくさ。でもキャスティングディレクターのソフィー・ホランドはインド系アメリカ人のアーニャ・シャロトラをイェネファー役に抜擢したの。その理由について彼女は人々が考える美の概念に挑戦するためだと述べているわ。出た、美の概念に挑戦。なんでファンの期待に応えることより自分たちの思想を押し付けることを優先するとかね。客はお金払ってエンタメ見に来とるとに説教部屋に連れ込まれた気分になるばい。そして今回のビビ役の女優チャリスラ・チャンドランさんもブリジャートン家に出ていたと言ったでしょ。あのドラマも摂政時代のイギリスを舞台にしているのに、ゴルダ・ロシューベル演じるシャーロット王妃の人種が入れ替わった姿が描かれている作品なの。なるほどね。ネットフリックスにはそういう思想を持った制作陣ががっつり入り込んどるってことか。そりゃネットフリックス度なんて造語も生まれるわけたい。完全に皮肉やん。そう。ネットフリックス度が人種交換の略語になりつつあるという事実は、視聴者がストリーマーからスタジオへと転身したネットフリックスに多様性に基づいた意思決定を期待しているというシグナルなのかもしれないわね。いやいや、期待しとらんし。誰も名作をポリコレで台無しにしてくれなんて頼んでないばい。むしろ原作に忠実であれっていうのが一番の願いやろ。
これがネットフリックスが今後望む評判ではないかもしれないし、お気に入りの作品への忠実さを重視するファンコミュニティの信頼を損なうリスクがあると記事でも警告されているわ。リスクっていうか、もう実害出まくりやけどね。でもさ、今回のワンピースに関してはちょっと事情が違う点もあるんやろ。原作者の小田先生はどう思っとると？そこが重要なポイントなの。チャリスラ・チャンドランがビビ役に抜擢されたことが他の作品と異なる点と言えるかもしれない理由。それはワンピースの作者である小田栄一郎氏が実写版のビビ役にチャンドランを起用したいと望んでいたと報じられているからなの。小田っちが直々に指名したと？そう報じられているのよ。作者の承認があればファンが感じる裏切られたという思いは薄れるかもしれないわね。小田先生はシーズン1の時もかなり厳しく監修していたことで有名だし、彼がこの子がビビだと言ったのなら、そこに何か特別な理由や演技における説得力があったのかもしれない。小田先生が言うなら簡単には否定できんくなるね。あの人は自分の作品一番愛しとるはずやし、見た目云々より魂の部分でビビやったってことかいな。最終的に決め手となるのは、ファンがチャンドランをワンピースシーズン2のビビ役として受け入れるかどうかであり、それは彼女がその役をどう演じるかにかかっているかもしれないわね。予告編の短い映像だけではわからない魅力が本編にはあるのかもしれないし。まあね、シーズン1のルフィも最初はゴムゴムのとか実写でやったら寒くなるやろって言われとったけど、蓋を開けてみれば大絶賛やったし、役者さんの演技で黙らせてくれることに期待するしかないか。でも違和感があるのは事実やし、ハードルは富士山より高い場合。そうだね。ネットの反応を見ても、小田先生が選んだなら信じるという声と、それでもイメージと違いすぎるという声で真っ二つに割れているの。ネットフリックスがこれまで積み上げてきた前科のせいで、ファンの警戒心がマックスになっているのも無理はないわ。ネットフリックスは多様性を盾にして原作ファンをないがしろにするようなことばっかやっとるけん、信用がないんよね。今回のビビが成功するかどうかで今後の実写化ビジネスの未来も変わってくるかもしれんね。もしこれでこけたら、いよいよネットフリックスと爆死確定の烙印が押されることになる場合。本当だね。ビビというキャラクターが文化戦争の象徴になるのか、それとも新しい実写化の成功例となるのか、シーズン2の公開までこの議論は尽きそうにないわね。ということで、今日はネットフリックス実写版ワンピースのビビ配役問題とネットフリックスの人種改変の歴史、ネットフリックスという話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？うちはやっぱり原作の見た目を大事にしてほしい派やけど、小田先生が選んだって言うならギリギリ様子見かな。でもエジプトの話とか聞くと、ネットフリックスにはもっと歴史や原作へのリスペクトを持ってほしいって心底思うばい。みんなはどう思う？ビビは原作通り色白であるべきか、演技や砂漠の設定重視でありか、正直な意見を聞きたいね。今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。